こんにちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルは気軽にレザークラフトを楽しめるチャンネルとなっています。作り方動画150以上、チャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube メンバーシップも行っております。 A クラスにご登録いただくと全ての動画が見放題。道具店で道具やキットの割引販売もしております。ぜひ毎月990円の YouTube メンバーシップ A クラスご登録よろしくお願いします。さて今回ですが、前回に引き続きエキゾチックレザー、皆さんエキゾチックレザーなんとなく頭に入ってきたでしょうか。私も取り扱ったことがなかったので、いろいろ見て試作をして今楽しんでいるところです。さていよいよ今回は先日のエキゾチックレザーを使って作品を作ってみました。サムネイルでご覧になったと思いますが、この可愛らしいキーホルダーになりました。他の革でももちろんできますので、ぜひぜひ作ってみてください。今回も全日本爬虫類比較産業協同組合の方とレザーマニア東京さんにご協力いただきました。今回使用していく一つはエイ革になります。丈夫で美しく人気が高いエイ革です。魚革フィッシュレザーは鱗模様が特徴的な流通が少ない希少な素材です。型紙ですが、この3つの形が1枚でプリントできるので、厚紙に貼り付けてカットをしてください。そして1個2個、さらにこれも半分に分けていきます。カッター、ハサミなどを使い分けて大丈夫です。このパーツを2つに分けてください。それぞれ違う皮をこのパーツで取っていきます。まずこちらとこちらを使うのは本体土台になる方です。これサンプルで作ったものですが、裏側とこの縁の部分がこの2つで取ることができます。まずこちらは裏側になる方です。ちょっとね、今回書き損じたもの、私は裏側に少しね線が入ってしまいますが、それも味かなと思いますので、こちらを使っていきます。こっちは裏側になる方です。周りの輪郭だけを写していきます。そしてもう一枚は表の縁になる部分です。外側の輪郭は同じ型紙で取っていきます。真ん中のところにね線があるので、はみ出たところ印をつけておいてください。下も一緒です。印をつけておいてください。そしてここにこの表側の縁取りになりますので、パイナップルの形をここに置きます。その時にこの真ん中の印をこの印に合わせて置きます。そしてここの高さ、ちょうどくびれたところの高さを揃えてやって、で左右ねバランスよくちょうど真ん中に来るところでこのパイナップルを書き写します。心配な方はもちろん測ってもらっても大丈夫です。パイナップルの型紙を写します。カットするときね、中をくり抜かなくてはいけないので、しっかり線を描いておいてください。次にこの中身、エイの皮で取っていきます。今回使うエイの皮はこちらのね黄色い皮になります。こちらの皮から取っていきます。このメインのところとても綺麗なので、ここはねまた何か小物を作りたいなと思いますので、この部分を取っといた端っこの方で取っていきたいと思います。このように本当にね石の素材になってしまっていて、その分傷もねほとんどつかず丈夫な皮になりますが、目打ちなどでも描けません。ボールペンもエナメル質になりますので、書いてもこう擦ると伸びてしまったり汚くなってしまいますので、今回は、ちょうどこんな感じで囲ってしまうので見えないということで、裏面からボールペンで描いていきたいと思います。私はここからここまでを使いたいなと思いますので、ここからここまでをこのように取っていきます。確認をしてください。ボールペンを使って描いていきます。皮なんですが、毛がけないときは銀ペンという
少しね薄く消えるペンがありますので、そちらをね使っていくのが通例なんですが、今回ちょっとなかったので、皆さんもねあまり持ってる方多くないかもしれないです。こういったようにボールペンで描きました。パイナップルの葉っぱのところになります。今回緑色の皮の歯切れがあったので、この部分はこれで使っていきます。こちらは普通に毛描くことができるので、目打ちで描いていきます。今回は 1.1mm、1.2mm の皮を使っています。ではこちらをカットしていきます。まずこちら通常のね牛革になります。本体に使うのは牛革を使用しています。まず外側をカットしていきます。外側ねカットしやすいと思います。角は角へ向かって切るのではなく、角から外へ切ってください。このようにね同じ形で2つカットができました。こちらは裏側になるので置いておきまして、こちらはこのパイナップルの形にくり抜きたいと思います。中身は使いませんので、中の方にこう切りすぎてしまうのは大丈夫ですが、外の枠の方が今回大切になりますので、そこだけ注意をしてどんどん角から外へカットをしていってください。もちろんカッターナイフでも別立ちでも大丈夫です。丁寧にカットをしていってください。こんな感じでカットできました。こちらは皆さんご自由に使ってください。今回使っていくのはこちらの皮になります。で中のこちらが、葉っぱの部分。こちらもね普通の牛革で作られると思います。さあ問題はパイナップルの本体のこちらです。こちらは石のような状態になっておりますので、カットするとき革包丁で刃がこぼれてしまう場合もあります。たくさん研げばそのこぼれた部分も復活できると思いますが、カッターナイフや別立ちなどを使うと刃がこぼれても取り替えることができます。エイの皮ばかりを製作される方は他の包丁とは分けてそれ専用の皮切りバサミだったりナイフだったりを持っているようです。大切な高級な革包丁などは避けた方がいいかもしれません。ど真ん中を切ることというのはないと思いますが、この辺は石が大きくなっていますので、もしかしたら切ってる最中にね結構割れてしまったりするかもしれないなと思います。今回一番安全に切れるのがハサミでした。ただハサミ、寿命を迎えてしまうかもしれませんので、自己判断でそのあたりはカットをしてください。ちょっとずつ皮のように繊細に切るのは結構難しいですね。音からも判断できると思います。こんな感じでカットすることができました。やっぱり見てもらうと結構ガタガタしていますので、縁取りをつけて縫い込んでしまうのが一番小刃処理だとね戸惑わないかなと思います。それではパイナップル、この部分ですね、ここだけしっかり出てしまうので小刃の部分をきれいにしていきます。軽く減り落としを表面だけで大丈夫です。減り落としをかけたら床ノールを塗って少しねきれいにしておいてください。2回ぐらいやるときれいになります。本体に貼り付けていきます。こちら床面の方に貼り付けていきます。パーツごとにこのように貼り付けていきたいと思います。ボンドをパーツごとに裏面に塗っていきます。全体にベタ塗りで塗ってしまって大丈夫です。こういったローラーがある方はローラーで貼り付けてください。今度はこちら側を、ここに貼っていくんですが、少しこの部分やっぱり綺麗に切れなかったかなと思いますので、葉っぱの部分の皮の下に少し忍ばせたいと思います。ね、この黄色い方から貼り付けた方が貼りやすいです。少し葉っぱの部分を上にかぶせてやるとラインが目立たなくて綺麗に仕上がります。
の上に本体かぶせていきたいんですが、この段階ではみ出している部分あると思います。後でカットするの大変になりますので、今のうちにこうハサミで土台の皮に合わせてカットしてください。こっちの牛側の方は皮包丁でカットしてもいいです。ドレッサーで磨いてきれいにしておいてください。これでね、きれいになると思います。こちらの上にかぶる部分、こちらの中の部分も少し磨きをかけていきます。へり落としできるところはね、へり落としをかけてください。内側で難しくてカーブもね効いていますので、紙やすりでも全然大丈夫です。角を落としてください。そして磨きをかけておいてください。それではこれを貼り付けていきます。今度はボンドだと中にはみ出てしまうとね、見えてしまうので、こちらのパーツの裏側、内側のラインに近いところに両面テープを貼っていきます。はみ出さないようにね、少しずつカーブさせながら貼っていってください。このぐらい止まってればいいと思います。こちらに貼り付けていきます。それではこの周りのラインを縫い付けていきます。内側に線を描いていきます。端っこまで描ききれないので、端から描かないで少しね、空いたところから、端から空いたところから描き始めて、ここまででとどめておいてください。後で線を付け足していきます。この端っこのところ、線が足りないと思います。ここまでしかね、ないので引けません。ここをつなげていきたいと思います。どんどん穴を開けていきます。ちょっと私の型紙だとギリギリになってしまったので、皆さんの型紙はここの幅を広げておきます。どんどん穴を開けていきます。こういった角まで来たら、この向きで打たずに次の向きにしてから打つと綺麗に縫い目が出てきます。角のところにちょうど締め打ちを置きたいので、こういったところに来るときは少し前からここにね、ちょうど来るように調整をかけてください。距離が短いですので、こう後をつけて、ちょうどそこに来るか確認をしてから穴を開けていってください。くるりと穴が開いたので、この辺りから縫っていきます。糸は4倍取っています。1目めは縫い戻り、左側に進み、ここからどんどん右に縫っていきます。それではぐるりと一周縫っていってください。端まで来たら縫い止めて、裏側で留めていきます。ぐるりと縫うことができたら、段差があるところを包丁でカットしていきます。ずれているところをこのようにカットをしていってください。カットができたらドレッサーでしっかりと削って段差をなくしていってください。今度はへり落としをしていきます。表裏両方ともへり落としをかけていってください。こういったところは難しいので紙やすりを使ってください。今回は
黒むなめしの皮を使っているので、イリスという小刃仕上げ剤を使っていきます。こちらは無色になりますが、小刃のこの色は隠せませんが、透明だとちょっとはみ出ても目立たないと思います。筆や、ウエスで塗ってくださいということですが、少しねしっかりめに塗りたいなと思ったので、少量をこう目打ちなどに取って薄く伸ばしています。歯切れなどで試してから皆さんは使ってみてください。乾燥までに30分ぐらい置いておきたいなと思いますので、塗ったらねしばらく乾かしておいてください。合成ビニールエマルジョンという素材になりまして、コーティングをしている状態になります。いろいろな方法で小刃を処理剤があると思います。色をつけたりするのがね結構一般的だと思いますが、自然な感じに透明で仕上げていきたいと思います。こちらが一度塗りなんですが、なんかザラザラした感じがちょっと気になるなと思ったので、そういった場合は紙やすりで一度ね、いつもトコノールでやってるように紙やすりで削って少しね平らにしてからもう一度塗ってみてください。重ねてね塗ることによってこのぐらいピカピカツヤツヤに仕上がります。ここにハトメリングをつけていきます。ここをもう少しね伸ばしておくので、真ん中にもねつけられるようにしておきます。今回はね少しチャーミングな感じで斜めのところにつけようと思います。ハトメリングを入れていきます。300番のものになります。ハトメリングがつけられました。そしたら皮紐など、これは 3mm の幅に切りました。1mm、1.1mm ぐらいの厚さの皮になります。肩結びで縛ってやるとキーホルダーの完成になります。こんな感じでね、少しね型紙が違ったのでこっちになりましたが、このように切り込みを後から入れて形を強調しても可愛く仕上がります。こちらで皮紐をつけて完成になります。もう一つはカシメ、ショーで留めてみました。ぜひ作ってみてください。いかがでしたでしょうか？可愛らしいキーホルダーできたでしょうか？難しい作品ではないので、始めたばかりの方にもおすすめです。もちろん違う革でも作れますし、違う色味でも作れると思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。中の形のモチーフを違うものに変えて作ることもできますので、ぜひぜひオリジナルも作ってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。